はい。はい。どうぞ奥行ってもらっていいですか。すいません。ありがとうございます。なんかはい、昔僕サラリーマンしてて、はい、でなんかすごい結構厳しめに、はい、タクシーのどっちが上座ではい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 っていうのをなんか叩き込まれたんですけど、はい、どっちがどうだったか忘れちゃったんですよ。忘れちゃったんですか。忘れましたね。でも2分の1。2分の1なんですけど、でもね助手席もあるんで、ここ助手席はでもなんか芸人だったらはい3人でタクシー乗ろうってなった場合、うんうん、一番後輩が乗るところかもしれないです。芸人と絶対そうですよね。そうですよね。それはサラリーマンの間でもそうですか。多分そうだと思います。なんか僕、でも忘れちゃったんでデタラメっちゃうかもしれないけど、イメージ的には先に偉い人乗ってもらって、そうですよね。でイメージですよね。上座とかそういうあれで言うと居酒屋とか入って一番奥に一番偉い人座るんですよね。そうですよね、はい、それで言ったらタクシーだったら後部座席の運転手さんの後ろ、ですよね。タクシーだ多分そうなんだと思うんですけど、だからそう今いい席に座らせてもらっちゃって、いやとんでもない。それはもちろん、申し訳ないなと思って偉そうに。いやもちろんです、いや後藤さんとタクシー乗る機会があるなんて確かに、思ってなかったんで。確かにね、そうですね。いや水色のタクシーですね。水色でした。水色でした。いやなんかあんましいつもね、確認しないで乗っちゃうんですよ、タクシーのこと。ただなんていうの、なんかスライドのやつが来ると、アプリとかで読んでね、ちょっとラッキーだなみたいな。わかります。乗りやすいっていう。乗りやすい。こう今乗ったみたいなセダンのやつって、そうなんですよね、乗り込みにくいじゃないですか。いやそうなんですよ。あれ結構あれなんですよね。でもとんでもないタクシー来る時もあるじゃないですか。ありますね。真っ黄色のやつとか。いいんですけどね、全然嬉しいんですけど、あと明らかに数年前までこれガンガンタバコ吸ってたでしょっていう匂いのやつとか、めちゃくちゃあります。タクシーガチャっていうか、あれどうしたらいいんですかね、あれね。かなり難しいですよね、ほんまに最悪の人いますからね。そうなんですよ、最悪の運転手さん、もう返事もないしみたいな、なんだろう。喧嘩したことあります？タクシーの運転手。喧嘩したことないです僕言えないですね。そういう感じに見えますよね。言えないタイプっすね。相方は結構喧嘩するタイプなんですけど。そうなんですね。そうなんだ。タクシー運がなくて相方、そう結構言い合うタイプなんですけど。後藤さんどうですか？喧嘩します？僕一回だけはっきり喧嘩したことがあってあるんですね。なんか昔住んでた家からその駅までがだいたい1メーターぐらいだったんですよ。でもやっぱ歩いてもいいんだけど、どうしても機材とかある日があるんで、荷物どうしてもメーターですいませんって感じで乗るんですけど、そしたらもうその運転手の態度がめちゃくちゃ悪くて、急に出すし、急に止まるし、もうありがとうも言わないし、もう領収書渡す時も態度が悪いし、だからそれはどうかと思うって話を結構熱くしちゃったんですよ。そう、職業として確かに1メータームカつくの分かるけど、でもその態度はいくらなんでもないっつって、それは乗車中に話すんですか？降りる時に話しました目的地着いてから、そうですよね。やっぱり逃げ道は担保しないといけないですもんね。なんで駅に着く直前の信号ぐらいでいくらなんでもそれはないんじゃないかっていう話をして、向こうもずっとカチンときたままだってしたけど、こうもう折れないですもんね、多分ね。俺ほんと電話しようかと思いました、タクシー会社に。なるほど、もう見てるから。うわそれぐらいかな。もう最初からおかしいなと思ってた感じですか、その運転手さんは。その運転手さん、そうですね、その日は多分機嫌悪いなと思って、なんかちょっと変だなと思ったんですけど、着くまででなんかこれはないなって思っちゃったっていうか、ムカつきちょっと出ても気持ちはわかるんで、なんかこっちもなんか情状酌量じゃないですけど、なるほどここまでは飲めるかなっていうラインを超えてきちゃったから、そうですよね。イラッときちゃって、こっちの機嫌もねちょっとあったりもする
しますもんね。なんかね、こう許せる許せないみたいな。でもなるべくほら、なんだろう、別にそれはそこだけじゃなくて、例えばご飯食べに行っても、店員さんに怒るのとかって絶対やりたくないことの一つではあるんですけど、その時だけはちょっと爆発一回そうっすねしちゃいました。ちょっと理不尽だったんで、あまりにも、喧嘩とかは、喧嘩っていうか怒ったらどういう感じになるんですか、後藤さんって。もう結構怒鳴ったりするんですか。僕相手によるかもしれないですね。なるほど。でも基本的に、若い頃と今とであるじゃないですか。若い頃のがエネルギーもあるし、バーってブチ切れるとか、多分やっぱどの職業でも多分あると思うんですけど、結構その理路整然とコンコンと詰めるタイプもいるじゃないですか。後藤さんその情熱タイプなのか、理論型で相手を追い込むタイプなのか。これね、なんていうと、対戦相手によって違ってきません。例えばなんか対戦相手ファイトってなった時に、情熱タイプと対戦する時っていますよね、情熱タイプね。こっちがその理路整然と、なんか話しても、その自分の理路を理解しないわけですよ。感情タイプなんで、そういうタイプ時には僕も感情タイプになって、大きい声出したりとか、もうしょうがねえみたいな感じでなっちゃいますよね。だからちゃんと仕事の現場だと、だから感情タイプがほぼいないんで、そうするとやっぱりちゃんとリズムで、そうですよね。ただ語気は強くなると思います。なるほど。で結構オールラウンダーというか、相手に合わしちゃいますよね。そうですよね。それどういう競技かを一回分かった上で切れちゃうみたいな。なるほどなるほど。オッケー。そういうタイプね。オッケーだったらこっちこう行きますね。そうですね。だから話しても通じない人にはなんかやっぱ感情が出ちゃうっていうか、いや、分かります。向こうも分かろうとしてなかったりするとね。そうっすよね。僕はそのもう黙っちゃうタイプなんですよ。もうガードタイプ、ディフェンス特化型なんですけど、もうなんかバーって言われたりとかしても、なんか相手が疲れるのを待つみたいな。なるほどね。籠城みたいな。籠城、そうですね。自分の精神の中に。しんどくなっちゃうんですけどね、食料もなくなってくるんですけど、籠城してるから。でも確かにそういうタイプに本気で怒ってると、だんだんこれは言い過ぎなんじゃないかっていう自分の中であれも出てくるんですよね。その理性も、ちょっとこれはいくらなんでもこんなに怒る必要もないかなみたいな。そう時間が解決することは多いですよね。でもね。いやでもそうだと思います。僕も今32なんですけど、だんだんそれが分かってきたかなっていう感じですね。32とかだったら僕まだメンバーにマイクスタンドとか投げてましたね。マジっすか。でもそんなにないですよ。1回ぐらい。でも1回ぐらいはやっぱあるっていうか一緒にしてあれですけど、喧嘩はしますもんね。普通に喧嘩はしますね。殴り合ったことはないですけど、喧嘩アップしましたね。それはその4人のうちの誰かと誰かみたいな構図になるんですか。よく。確かに、僕らはもうタイマンコンビはもう1対1ですからね。タイマン逃げ場ないですよね。僕でも基本喧嘩するのなぜかベースの山田くんですね。そうなんですか。意外ですね。北くんとは常々ピリピリしてるんですけど、いろんなタイミングで。でもなんか一応お互い飲まないと進まないんで。そうなるほど。もうなんか話があるなってお互い感じた時は飲みに行くんですか。じゃあお酒飲むっていうより飲み込むっていうか。そういうことか。言ったことを飲み込まないととか、自分の感情を一回飲み込んで処理しないと。なるほどなるほど。そうなんですよ。だからなんかね、って思うことは多分お互いに今でもあると思うんですけど、だんだん慣れてきてるっていうか。とはいえそこまでお互いなんか悪くしようと思って言ってることってないんで。いやもちろんそうですよね。そうなんですよ。そこを忘れがちなんですよね。その2人ともちゃんとそのグループのことを思ってるはずなのに、なんかそうじゃないと思っちゃうみたいな。
で山田君も全然なんかもちろんすげえいいやつなんで基本的にバンド内でも一番いいやつぐらいのいいやつだから、なんで喧嘩になるかっていうのを今からこう振り返って思い出すと、多分ね、なんか言葉の選択を間違えるんですよ山田君がね。そんなに喋るのが得意なやつじゃないから、良かれと思って選んだ言葉が、その無性に俺のなんか確信をなんかぐわつかせる言葉だったりして、なるほど、俺が反応しちゃうみたいな。なるほどな。めっちゃ僕もありますねそれは。もう何気ない一言で怒らせたりしちゃうっていう相手を、なんでしょうね。でもそうか、その時石さんは何してるんですか？清はまあスッといなくなりますよねあいつは本当になんかその辺のセンサーがめちゃくちゃ敏感なやつで、やっぱすごいと思いますね。なんかめんどくさい話してる時絶対いないんですよもうパーフェクトに。だからやっぱ素晴らしいですね。だからすごい優れてるんだ。なるほど、スピードタイプだ。エスケープタイプいないです、もういない現場に絶対いないっていう。なるほどなるほど。なんかやっぱまず人数違いだというか、普通どうなんだろうな、2人組でやってて、僕は加賀屋でやってて、大志賀さん4人でやってるじゃないですか。こうやって普通の社会ではあんまりないことですよね。あんまり。そうですね。チームはあるかもしれないけど、こんな芸人に至ってはコンビってなかなかないその業態というか。そうですよね。いやようやってるなと思うんですけど。2人って俺想像つかないですもんやっぱずっと一緒ですからね。相当なんかつかず離れずのうまい形態見つけないと。そうですね。やっぱだから2人とも大人にならないと売れるまでのその関係性というか、売れるまでの方が良かったみたいなのも多分あったりするんですよね。もう同じ目標に向かってみたいな。もちろんそこでバチバチすることもあるんですけど、目標はこれでご飯を食べることだったりもするんで、でそれがクリアできた時の後の2人の関係とかも難しくなってくるというか。どの辺がターニングポイントなんですか？やっぱテレビ出始めだとかで、なんかお給料が明らかに上がってみたいな、これでバイトしなくて済むってなって、でそれがある程度続いて、ってなった時になんかなんだろう、あれみたいな、何のためにやっとんじゃっけみたいな。なんかその僕はなんかあれどうなんだろう。もちろんやりたいこともあるし、やらなきゃいけないこともあるとは感じてるんですけど、なんかその飯が食えるようになるっていうのがかなり大きかった多分目標だったかなみたいな。一つ目の何か課題をクリアした後の行き先というかね。どうなんだろうって。アジカンさんはどうなんですか？そこら辺のバンド始めて、大学で出会われたんですよね。でも売れることが目標ではなかったんで。そうなんすか。どういうきっかけでなんだろう。音楽好きで集まって始めたんで、それは下北沢のライブハウスでやり始めてからはやっぱワンマンやってみたいねとかね、シェルターいっぱいにしてみたいみたいな気持ちにはなってきましたけど、でもいっぱいじゃなくてもやるよねみたいなところ、そもそも音楽好きだからみたいなところあって、だんだんそこをやっぱ離れていくと危なくなってきますよね、関係とかはね。なるほど。でも大体揉めた時って、クリエイティブな話ですよ。でも、なんかその音楽のそのある曲を作る時にとか、どうした俺はこうしたい俺はこうしたいみたいな感じで対立するんですか？そうですね。でも大体の場合は僕が求めすぎてたって感じですかね。もっとできるだろうっていう。メンバーにできないことまでやらせたいみたいな。なるほど。だからなんかその自分の表現欲求にもうとにかくメンバーを付き合わせちゃうっていうか、できないことまで
で大谷じゃないのにお前ちょっと2打席目は絶対ホームランなみたいなことをなんかその言えちゃうっていうか極端なそう言えちゃうっていう、はい、それをやってるとやっぱ疲弊してくるんですよ現場はね。そうっすよね、疲れてきますよね。なんかね言ってる多分本人も疲れてくるだろうし。そうなんですよ。いやそうか。だから草野球チームなのに、はい、巨人軍を目指していくみたいな。そうじゃなくてみたいな、最近は考え方があって、もうみんな僕らもう50近いんで、はい、できることできないことって割とマッピングが終わるんですよ。50にもなると、その中でも伸びそうなこととかも想像はつくんですけど、でも限界あるじゃんみたいな、大リーグは無理じゃんみたいな、なるほどなってくるんで、じゃあでも俺たちの掛け合わせのなんていう4人が集まった時にマジックは別の形で起きるから、そこ信じようみたいになってくると、なんかそれぞれが生き生き動いてた方がいいんですよね。そうですよね。なんかホームランバッターじゃないやつがめちゃくちゃ筋トレさせられてるみたいなことが起きると、なんかギクシャクしてくるけど、みんな自然であっていい。ただなんかこう面白くするためになんか俺たちのなんかこうちょっとずつ差し出そうみたいになってると、なるほど、はい、それってどのくらいの時なんですか？そういう風になってきたというか、最近ですか？でもここ15年ぐらいの中での変化ですよ。なるほど。自分の中でですけど。そうなんですね。じゃあ30言ったら5とか34ぐらい、ね、今の僕の年齢というかちょい上ぐらいの。そうですそうです。価値観そうですよね。ああいった僕の観点からすると、観測点からするとあいつらは多分ずっと3人いいやつのままで。めっちゃなんか嬉しいな。で ただ俺のやり方が変わっただけでだけだと思います。でバンドが好転したっていう。だから良くない時は時期は俺が悪かったんだと思って、そういう感覚があるんですね。僕はそっちの方が強いですね。そうか。あれも悪くなかったみたいな。なるほどなるほど。僕はもうずっとアジカンさんを聴き続けてというか、いるんで、まあそのどうアジカンさんってどうなんだろうとかなんか想像したりはするんですけど、ああなるほど、そんな感じあったんですね。でも本当にでも2人組でやるとは想像つかないですけどね、そのメンバーの誰とも僕は。だからコンビ組むとしたら誰ですか？厳しいな。四六時中一緒にいるんですよ本当に。もう芸人になってくると、仕事の現場どの現場行ってもいるしみたいな、なんでそのずっと2人で移動してとか、2人で現場入ってとか、でラジオも2人で撮ってみたいな。そのバンドってどのくらい一緒にいるんですか？バンドって時期にもよると思うんですけど。確かに、結構一緒にいましたね当時は。組み立ての時とか。はい、時期によります。今はもう割とドライになって、曲とかもデモとか作るようになったんで、そのセッションで作曲とか減ったんですけど、4枚目ぐらいまでワールドぐらいまでは、基本スタジオにほぼ毎日いたんで。うわ、そうなんすか。練習スタジオに。うわ、もう通勤してたぐらいの。そうですね。昼前集合、夜7時まで。すげえ。そうだったんだ。延々セッションとか。めっちゃ聞いてました。ワールド。そうだったんですね。ため息つきまくりのセッションで気に食わない、とかうまくいってない時に山ちゃんが、って息するんですよ。なるほど。みんなスーを聞きたくねえと思って、もう本当に山ちゃんスーって言わないでくれみたいな。スーが減ってくると曲完成ぐらいの感じだったですね当時はね。なるほど。うわ、いいっす。リアルですね。リアルでした。ものすごいそのスーが聞こえるか聞こえないかっていうのを本当に聞いてて、本当その閉鎖的な空間だからというか、そうなんですよ。もう近さもあるし、だからそうなんですよ。よくないことを今から言いますナイズなんですよ。このどうも山ちゃんどうもって言ったらした時はだいたい今のアレンジ気に入ってない時のスーだったんで、そういう演出なんですね。演出っていうか、全然本人は意識しないでやってるんですけど、多分ねあれが出たらもうこれがうまくいってないんだみたいな。オッケーみたいな。
だからいろいろあったと思いますけどね。でそれありますよね、いろいろずっと。だからでも普段はもう一緒にいないし、もうラジオ4人とかないですもん絶対。そうか、連絡とかは仕事以外で取ったりはあるんですか？ LINE ですね基本。 LINE で。でももう本当にひどくて、あいつら顔のマークのなんか要はコメントにつくスタンプあるじゃないですか。うわ最近出たやつというかちょっと数年前からちっちゃいのがついてるやつ、あれだけです。うわなるほどね。でグループ LINE があるんですか？グループ LINE でアジカンのグループ LINE があって、グループ LINE と俺がいないグループ LINE があるらしい。それ知ってるんですか？それなんかあるっていうのは聞いてます、噂に。なるほど、あるらしい。後藤のいないグループ LINE があるっていう。明言はされてないけれどもあるらしい。あるらしいっていうのはファンが教えてくれました。なんでファン知ってんの？どっかで書いたり喋ったりしてんじゃないですか。マジですか？それちょっとね切ないですけど。切ないですね。既読とかそういうのが通知が来ないやつですよね。でもね3人で曲作りしてることもあるから。へえ、そうなんですか。でなんか作りかけで俺に送ると、僕はスタンプで返信しないタイプの人間なんで、ガチなんていう批評というか、なるほど、ここはこうしてこうしたいとかって送っちゃうんで、そうするとなんか彼らアレンジがなんていう引き返さなきゃいけなかったりとか、そういうのがあるのでちゃんと固めて、まああいつがいいっていうまでは俺たちの3人の中で一回揉んで、なるほど、ここぞっていうのを送ろうみたいな同盟があるらしくて。なるほどなるほど。それに使ってるんじゃないかって想像ですよこれは。なるほど、面白いですね。どうします？ 3 人でめっちゃ飯行ってたら。それはね昔はリアルにあったんですよ。俺だけに呼ばれない飲み会とかめちゃくちゃ寂しくないですかそれ？いやでもね、多分断るだろうなってことを見越して。ああそうなんですね。そうなんです。それってなんか絶妙な時期というかそういうことなんですかね。飯行ってみたいな。社交性が僕がそんなにそもそもそんな行かないタイプ。そうなんですよ。だからよくわかんない、なんか友達の友達が集まるなんか飲み会みたいな。そっかそっか。苦手なんですよ。なるほど。なんか得意ですか飲み会？苦手そうとは見えてるんですけど。苦手ですよね。飲み会苦手顔してるんでずっと。苦手な方っすね。わかんないっすね。僕ね会話の谷に座っちゃうんですよね。飲み会に谷があるの知ってます？飲み会の谷ですか？飲み会に谷があって。マジですか？谷。だからA っていう話題と B っていう話題が盛り上がってると、その間にこう境目が生まれるんですよ。あそこに絶対座るんですよ僕。なるほど。絶対座るっていうか、僕が座ってるところがそこが谷になっちゃうんですよ結果的に。会話の谷のごっち。そうなんです。どっちの話も絶妙に分かんなくて。なるほど。うわでも確かに結構大人数だとそれありますね。そうなんですよ。あれが悲しくて俺はダメなんです、飲み会が。あんまりもう若い時からも行ってないっていう感じですか？そうですね。行く時はでも少人数って感じですか？2、3人とか好きですねやっぱね。とかもそれで決まった話をするのがとか。いいですね。なんか音楽の話とか全然しない友達とかっていたりします？僕は大学の時の友達が結構そうなんですけど、一人だけいて、大学の時の友達が友達少ないんですけど、そいつくらいしかいないんですけど、でそいつとなんかどっか2人で旅行行ったりとかするんですよ。でなんかほんまにもうお互い仕事の話とかあんましないし、ただ楽しむだけみたいな感じなんですけど、それが結構楽だったりするんですよ。楽というか楽しかったりするんですよ。そういうのってあったりするんですか？ありますね。でもね、でもなんだろうな、楽なのは音楽やってない仕事してる友達と一緒にいるの結構楽で。やっぱそうですよね。でもそういう人たちは音楽の話聞いてきますけど、また仕事でするのと違うんで。めっちゃわかります。めっちゃわかります。めっちゃわかります。なんか改めてなんか今まで見た芸能人の中で誰が一番綺麗だったみたいな質問とかされるとなんかちょっと嬉しいですね。そうですよね。実はねみたいな。したくなるみたいな。確かにね。それなんか同じ業界の人とするとねちょっと角立っちゃうっていうか、ちょっとね話も違うかなっていう。もうついたみたいですね。つきましたね。はい。もう楽しかったです。またじゃあちょっと。そうですね。お疲れ様です。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。
や面白かったですね。いや面白かったです。ちょっととりあえず入力した住所の方までお願いします。はい、お願いします。いやでもこう行きしなのタクシーでも結構話しましたけど、はい、自分を知りたがってる人多いって話あったじゃないですか。そうなんですよ。これ最近これ MBTI めっちゃ流行ってるじゃないですか。はい。MBTI ご存知ですか？いや僕ね前もやろうと思ってなんかやっと覚えがあるんですけどね、まだやってないんですよ。あら、結構聞かれませんでも MBTI 何ですかとか。その度ごとに知りませんっていういやだって絶対今精神科医の人と話すってなったら結びつけられるワードでしょ。そうなの。そんなにでもすごいですよ。そうなのよ。その SNS のプロフィールとかにもその、MBTI 何々ですとか書いてあるぐらいとか。だと韓国とかだったら確か多分マッチングアプリとかにももう絶対とか就職に採用されるとか。いや僕も絶対今度までにあなたは何なのそれで。僕なんだっけな、なんか広報運動家っていうやつがあって、広報運動家 ENFP とかなんかそういうのがあるんですけど、はい、こうそれが、要はなんかいろんな人と積極的にアクティブにコミュニケーションを取って人と人をつなぐ人みたいなか、エンターテイナーになるかどっちかなんですよ。ああなるほど。エンターテイナーもなんかステージ上で行ってなんか周りを盛り上げる人みたいな。ああなるほど、僕はどうなんやろな。そんなに内向的ではないよね。外交的な方だと思いますけどね。だから僕の場合は多分なんかちょっとこの矛盾があるのかもしれないですよね。自分自身は外交的なのに、相手の一番内向的なとこに関心を持つっていうか。だからね僕ね時々若い頃はねそれがね自分の支配欲求じゃないかと。ね。僕めっちゃわかります。本当？めっちゃわかりますよ。なんかねこう自分はすごく明るくて自分はあんまり振り返らない、気楽な人間なのにあなたそういうとこあるよねとか言ってしまうのって、僕の中ではその人の中に純粋に関心を持って、その人とより深くこうなんていう交流したいと思ってるからふっと言ってんねんけど、これって一番初めになんか相手に決め台詞を言って支配しようとしてるんじゃないかとかね。あなたの理解者ですっていうことを示すカードをわざと切ってるみたいな。そうジョーカー切ってますよっていうアピールなんじゃないか。その上位概念ですよ上位概念に安住しようとしてるんじゃないか、僕ねこれね40代の頃めっちゃ悩みました。で悩んでた頃はこれ言えなかった。あらでも40代でなんですね。40代の頃にちょっとこうやってテレビで出させてもらったり、本書いたりしてこうちょっとだけ知られたんですよ。ほんならみんな名越先生私のこともう見抜いてるんでしょうみたいな、見抜いてないっちゅう、でもだんだんとで私ってどんな人なんですかって僕今までね300回ぐらい聞かれてるのちゃうかな、ほんだらだんだん自分もサービス精神があるからだからこういうことかなとかね、僕は体型から見るから体型から見たらこうかなとかやってるうちにだんだんそれが常識になってしまって、のっぴきならない人間になってるんじゃないかみたいな。そうですね。わかりますその恐怖。そういう時もありました。いや僕もやっぱ結構語り口とかも落ち着いててそれっぽく聞こえるじゃないですか何喋っても。そうあんたね説得力あんねんだし自分で言うのもなんですし名越先生の前で言うのもなんですけど、僕も結構人を見抜く力はそれなりにある方だと思ってはいて、人を見てこういう癖があるのかなとか、それってこういう思考回路があるからこれに結論至るんだよねっていう過程を結構知ろうとする方だったりするんで、それっぽく理由をつけるのがうまいというか、なんでやっぱ私のことを理解してくれてるっていうふうに思ってくれる人は多くてとか、すごく人を見抜く力があるんじゃないか、賢いんじゃないかとか。でも実際のところ僕って別にまともな学校とかも別に行ってなかったりするんで、そもそも賢くはないんですよ、その勉強的な話で言うと。それもいろいろね、まともな学校に出てたら頭がいいのか問題ってありますけど、あるんですけど、でもやっぱり同列に扱われるじゃないですか。なるほど。IQ が高いとかと、あと勉強ができるとか EQ が高いとかも結構賢さって同列に扱われることが多いんで。 IQ 高いでしょ。
IQ はまあそれなりにある方だと思いますけど、ね、別に IQ あるからって賢いわけでもないし、まあね、うん、でもこれバカにはできへんよね、まあまあ、僕ね IQ ってよくね、その IQ なんていうのは一つの人間の、一つの特徴を表してるだけだって言うけど、IQ バカにできないよね、やっぱりね。まあ IQ から今のね昨今のその近代心理学というか近代医学があるわけだし、言ったらね ADHD とか今話題になったり、アスペルガーとかも話題になったりするけど、その辺も IQ っていう概念からできてるものでもありますからね。でそれでですね、あれ俺これ帰りは僕自分の告白タイムになりそうな気がするそれで僕は自分の妥協案を作ったんですよ、っていうのは職業的にもそうやし、それからそんな本も書いてるから、なんとなくそういうこの人はどういう人だっていうことをこう直感的に僕の場合はあんまり論理的に見抜かないんですね、直感的にっていう方が強いんですけど、その時に僕の中の一つのこの目標は、これは多分初めて言うんですけど、全然貴重じゃないですよ、僕の中だけに貴重なんですけど、相手のここすっごい面白いっていうとこだけ見ることにしたんですよ。相手の弱点とか、相手のまずい点とか、将来、これではいかんよみたいな点がまた仮にあったとするじゃないですか、それは見ない。とにかく一番そのキュートな面っていうか、でもキュートっていうのは、ある意味弱点でもあるわけじゃないですか、である意味その人の欠点でもあるわけじゃないですか。欠点がなかったら可愛いなって思わないからね、僕たちが人を愛したり、あるいは人を可愛い人やなと思うのは、大体そういう幼子の要素があるとこじゃないですか、結局先日詰めたらそういう母性というか父性というか、そういうとこにつながっていくわけで、だからね、なんかね、それはね、知らない間に徐々に自己需要を良くするための僕の私利私欲やと思うんですけど、この人の一番可愛いとこはどこやろっていう、そういう風にやってね、やっとね、そうですね、50代後半からそれ抜けたんですよ。なるほど。自分をちょっと許せた。だから欠点を見抜いて欠点を指摘することによる、支配じゃないけど、あなたの弱点を私は知ってますっていう支配関係になってしまいそうなのを撤廃するってことですよね。そう、撤廃しました。なるほどなるほど。それつまりね、他人を恐れてたんですよ、怖かったんだと思うんですよ、でそこからね、やっと抜けてね、なんかそういう分析業がここ 4,5 年ようやく楽しくなってきました。じゃあそれまではちょっと楽しくないなって時期も。全然楽しくない。でも分析業以外に僕はご飯食べれないでしょ。分かんないですけどね。分かんないですけど意外にガソリンスタンドのガソリンの給油とかめちゃくちゃうまいかもしれないけどどこで才能あるか分かんないですから、音楽あるじゃないですか。そう、で音楽はね、今ね、社用やから、音楽で食べていくってもう大変なんですよ、だからそういう意味では、なんかだからそういう自分を許す過程っていうのって長いんやなと思って、そんなこと思ったことありません？自分を許すね。いやでもそうだと思います。僕まだ自分許せないなってことたくさんありますもん、やっぱり。いや僕もまだまだありますよ。どういうとこ許せないですか？いやこれはなんか話すとなかなか難しい話ではあるんですけど、やっぱりその多くの人を裏切ったなっていう感覚がやっぱりどこかにまだあって。そうか。どうしても。それを、最近僕自分の生放送で、当時の話を若干したりとかしたんで、ようやくそこで、それも自己需要ですよ。本当エゴ、これはエゴですってもう言い切って、エゴでやらせてもらってるけどこういう思いを抱えてましたっていうのを言えたことによって、ようやくここからそのなんていうんですかね、寛解に向けるその一歩が踏み出せたんだなっていう。この寛解は重いなこれ寛解って感じでねそうか、いやそうやんな。そうだからこの間はまだ執行猶予期間みたいなのがずっとあって、ようやく今執行されたから、ここからはもう罪を認める時間というか。だからそういうのをフロイトは分からへんけど、フロイトはいわゆる潜伏期って言うたかもしれませんね、潜伏期っていうのは大体小学校のそうですね2年生ぐらいから5年生ぐらいまで、例えば親から受けたトラウマとか、あるいは自分自身がやってきた裏切りとか失敗とか全然気にならないように明るくなんねんけど、5年生ぐらいの時に急にグーッ
と何か分からへんねん初めはなんかのしかかってくるような感覚があると、そんなものをよくフロイトは発見したなと思うけどね。潜伏期に関してだけど僕アドラー心理学なので、フロイト心理学はライバルなんですけど、潜伏期に関してはアドラー心理学も認めざるを得ないと思いますよね。あそこに踏み込んだのはそうか、だから潜伏期上げたんや、なんすかね。ああそうなん。ほんでそれはねどう言ったらいいんかな、大変なことだと僕は思うんですよ。そうおっしゃっていただけるのはありがたいですよ、こっちとしても。でもそれは、その最中どうやってこう切り抜けてきたんですか？やっぱりなんか自分として何か形に残るものをしなきゃいけないっていう、はいはいわかります、わかります。何かをなんだろう、裏切るっていう言い方だとすごい言い方が悪いというか重い言い方ですけど、何か道を自分が変えますっていうものを世間に知らしめたのであれば、変えた先でこういうことができるようになりましたっていうのを見せないことには世間様は納得してくれないだろうっていうところがやっぱりあって、その世間っていうのは自分の心の中にもあるわけだもんね。もちろん。てか基本的に世間って自分の心の中にしか存在しないもんだなという。全くそう思います、どっちかというとユングっぽい考えかもしれないですけど、でも僕はもう全くそう思います。世間こそ自分の心の中にあるんですよ、だと思うんで、結局そこにどう向き合っていくかってまだ答えはでもこれは出てないですね。まだなんか自分が何かを成し遂げれたような気はしてないですね。いやそれはもうこんなやすやすとこんな言い方するのは失礼な言い方やということは分かるんですけど、でももう一つの大きな十字架ですよね。でもそれだけ、大切なものだったし、僕にとってもそうだし、人々にとってもそうだったし、それはそれだけ背負う価値のあるものだし、僕がそうしたいと思ってるからそうしてることでもあるしっていう。いやでもそれは僕分かる、僕もね昔グータンっていう番組をやってたんですよ、でもそれはもう大変な番組で素晴らしい番組で僕を世に押し出してくれたんですけども、それはもう素晴らしいプロデューサーに囲まれて僕は何の文句もないんですけども、やっぱりそこに来られるそのスターの方々が僕の分析を受けに来てくださるんですよ。でもだんだん僕の中では苦しくなってきて、でそれなんで苦しくなったかっていうと、彼ら一人一人は自覚的には人間だから3つぐらい大きな問題いつも抱えてますよ、5歳6歳の子まで問題なんか抱えてるんだけど、それは浮上するまで触ってはいけないって僕は思うんですよね。ふわーっと浮上した時に初めて触れることができる、ところがあなたこのことについて抱えてますねっていうのってもうまさに権力の執行になり得ることじゃないですか。そうですね。もちろん向こうはもう超一流のスターの方々やから、そんなん平気で受けてくれるんですよ、僕はでも素人じゃない、素人の精神科医っておかしいけど素人の精神科医やから、これは僕は触れてはいけないものに触れてると、でもこんな個人的なこと周りも一流のスタッフなんやけど、共有できないじゃないですか、それでものすごい苦しんだ時のことを今思い出しました。いまだに僕それは人と共有できないですね。そうなんですよね。やっぱ人と腹を割って話そうってした時に、僕も結構こういうことを思う人じゃないですかみたいな話をしたがってしまう、それはあなたのことを理解しているから、あなたのこのパーソナル部分を私に話しても大丈夫な相手ですよっていうことを示すための、あなたのネガティブなというか弱点として認識しているところも理解してますよって、ある意味両手を広げるような構えではあるんですけど、それをすることってあなたは私にだけ話せることですよそれはみたいな感じのことでもあるじゃないですか。もうまさにあれやね、例えばカトリックの教会でずっと国会っていうものがシステムになった過程を、もうそのものかもしれへんよね、国会するっていう。それはすごい危険をはらんでるんだなみたいなのは。それは前世で神父さんやったなんかそれぐらい今ね、今の言葉の使い方も説得力あったよなんか今国会でここにこういうなんか仕切りがあるんかなと思ったぐらい、なんかすごいね。だからもともとそういう力パワー持ってるからね、余計そういうことが発揮されたっていうか。
まあ好きでしたけどね、そもそもそういう心理学とか調べるのはもう小学生ぐらいからなんか好きでしたし、だしなんか自分自身もやっぱちっちゃい頃からもう心理的に参ってる傾向があったんで、それなんか自分の中でずっと追求してしまうからかな。なんですかね。まあでも一人の時間が多かったんだと思います。家族関係的にも。なるほど。僕ちっちゃい頃から一人でご飯食べてたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だしもうネットの文化がもうすでにあったんで、なるほど。それこそインターネットで、しかもうちパソコンがもう導入されるのがどの家庭よりも早いっていうぐらい早かったんで、あ、そうなんだ。パソコンで何かを見ながらご飯を食べるっていう、テレビじゃない社会とつながりながら一人でご飯を食べるみたいな時間がかなりあったから、なんかやっぱそのまあその当時からすればアンダーグラウンドな世界を見ながら、で家族とかその学校とかっていう一般的にその子供がつながるべき社会とはつながらずに、その社会とつながってでも実際自分がいるのはクローズドなその部屋で一人っていう環境がそうさせた部分はあるのかもしれないですね。まあ自分と向き合わざるを得ないのかもしれへんですよね。そうなんや。何なんだろうみたいな、自分とは。そうね、もう一番分からへん存在とも言えるもんね。あと社会貢献とはみたいなのやっぱ考えること多いですね。ああ、そうか。なんか具体的になんか物を作って、はい、今日はこれ100個作りましたとかって言ったらものすごく気が晴れるんやけどね。僕この間たまたまね、目黒不動産に行ってね、目黒不動の和尚さんと仲良しやから、なんかご奉仕させてくださいって言ったんですよ。もう全然3時間ぐらい空いてたから、ほんだらこのね、なんかこけしみたいな中に占いの紙が入ってる、吉とか、なんか末吉とか今日とか、それをこう入れて袋に詰めるみたいな、それじゃあ先生手伝ってくれるとか言ってね、なんか僕それから猛然と3時間やって、もう200個ぐらいは作ったんですよ。ほんでようやってくれはったね言ってお弁当いただいてん、それで報酬や、でみんなと一緒にお弁当食べて帰ってきた時ね、もうね100日ぶりぐらいの爽快感があったんですよ。で残るでしょ、物が残る、でももしかしたら山井さんの仕事も僕の仕事も何か物質的に残るものではない、まあそうですね。ね、そのね、これだけのものを、これだけの占いのこけしを僕が作ったっていうね、なんか自慢じゃないんやけどね、肩の荷が下りるっていう感じはありましたね。なんかそういう、だからじゃあ自分は何を残すのかって先ほど言われましたけど、なんかその何を残すかということも大事やし、残す対象をこうちょっと吟味するみたいな、意外に占いを折るみたいな、なんかそんなの方がええみたいな、なんかそんなんあるかなと。でも最近まあちょっと嬉しかったことがあって、最近僕が本当十何年以上前なんで、下手したら中学生か高校生ぐらい僕がの時に、たまたまそのネットのコミュニティで話した相手がいて、その相手が当時もう引きこもりでニートだった、相手おいくつかちょっと分かんないんですけど、もしかしたら当時20代だったかもしれないし、僕よりは多分年上だったろうっていう人で、ニートって、でなんかたまたま2人きりで話す機会があって、その時になんかまあバイトとか難しいんだったらさ、一回ちょっと椅子をさバランスボールに変えてみるなりなんなりしてさ、ちょっとなんかその運動、体幹鍛えてます、運動してますみたいなのをちょっと試しにやってみて、なんかその些細なことじゃないですか、些細なことだけど自分はなんかここでちょっと毎日何か修行をしてるんだじゃないけど、修行な、毎日何か成し遂げてることがあるんだみたいに思えるかもしれないから、ちょっと一回椅子バランスボールに変えてみて、ちょっとそこで体幹鍛えたりなんかしてみて、でちょっと気が向いたら散歩行ったりとかしてみてって、まあ、いわゆる行動療法みたいな話ですよね。わかります、を提案した子がいたんですよ、僕が。いやでもそれいいかも、っていうのを提案した子が最近久々に再会というか、ネットのコミュニティで話す機会があって、でも何やってるかって言ったら、僕がすごい好きになってるゲームのオンラインコミュニティの運営チームに入ってるみたいです。もう、なんか社会復帰ほんまやともねしてる。いや復帰してますよと思って。ほんならそれ知らずにあなたはそのゲームをやってたわけやってたんです。ほんでこうなんていうのかな、裏方をやってくれてはったわけや、彼が。
別に僕のその一助があって結果そうなってるかって言ったらまた別の話だとは思うんですけど、なんかその子のもしかしたら人生の少しは役に立て、もう本当どっかの、ね、ネジの一本でも役に立てたのかなって思うとちょっと嬉しかった。いやいや、それはもうあらゆるものが積み重なってその人の結論とか決断っていうのがあるわけやから、明らかにその意識無意識に関わらず絶対貢献してるような気はしますけどね。だったらいいんですけどね。それと僕は大阪から1年前から買ってきて、膨らましてないバランスボールを今日膨らまそうと決心しましたじゃあもうここでまた2人目が。そう、バランスボールいいかも、なんか座ってる間に体幹鍛えてるというこうなんか罪悪感から解放される。それがあると思って。ずっと座ってるな俺っていう。じゃあちょっとバランスボール帰ったら膨らましてください。ほんまやですね。僕ちょっと家近いんでこの辺で。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。結構買い物したね。すごいね、そんな感じでね。ゲイさんさ、ちょっと運動不足だから歩いて帰った方がいいんじゃない？こっからやっぱ運動した方がいいって。マジで30代半ばだし東京から千葉までいけるいける。無理だって。やっぱり30代半ばの運動量を考えると過剰だろこれは。じゃあほら、ありがとう、お疲れ。マジ？ここで降ろされるの？頑張って頑張って、万歩計つけるの忘れない。そうそう、はい。本当に降ろされる？お疲れ様で。すいません。レンちゃん久しぶり。お久しぶり。はじめまして。今一緒に乗って、あれ、よかったら空いたから乗って。空いたから乗って。空いたからね。別行動。喧嘩？よかったら行こう。妻を。わかりました。喧嘩？いや大丈夫だ、運動不足って言ってたから。運動したいってちょうど言ってたから。なるほど。そうそう、距離ちょうどいい。なんかすみません。乗って。すみません、お久しぶりです。膝掛けも。ありがとう。そう、至れり尽くせりで。体力か、運動不足か。いやそう、やっぱね、30代もう半ばに差し掛かってるから、夫の健康をね気遣ってあげたってとこかな。優しいですね。いやでも体力大事ですからね。いや健康とかも健康状態が良くないと活動やってられないですからね。やってられない。運動とかしてる？私一応歌とダンスのユニットに。そうじゃない。歌って踊れる。そうなんです。美術評論家ではなく歌とダンスをやってるんですけど。そうだ。ただ体力がなくって、もうどんだけ踊ってもでも全然体力がつかなくて。これはもうなんかもうやり続けるしかないんだろうなと思いつつ、なんなら私もここから歩いてもいいぐらい運動不足だから、運動もね、なんかなんだろう、体育とかないじゃないですか、大人になると。そうなの。もう自発的に何かしないと。いやそうなんですよね。もう意識しないとやらなくなっちゃいますからね、運動を。健康のためにも。本当に
ガクッと体力落ちるってなんかよく言うじゃないですか。言いますよね。そうもうなんか25から1回来るよ、30から1回来るよみたいな、脅しみたいなやつが、来てますわって思いながら暮らしてるから怖いよ、もうやだよ。でも大丈夫、続けてれば、続けてれば大丈夫。でも100歳まで生きたいんですよね。素敵。100歳生きて眠るように死にたい、最後はスッて。いやそれは確かに死にたいんですよね。ずっとやっぱね、昔はこう絵描いてても、なんか2徹ぐらいしてもういけたの。いけないの今。はもうなんかもう3時ぐらいで眠くて、もう無理ですってなって、次の日全然普通に11時ぐらいまで寝て、7,8 時間寝てもう一回描き始めてって、そうなんか夜遅くまでやってるから、なんかすごい自分の中では頑張ってる感出てるんだけど、睡眠時間で見ると全然7,8 時間寝てるから、いやでも必要ですよ。いっぱい寝るのが必要。長く活動するためにも昔とか大学時代とかなんかも特にその漫画を仕上げるのに4徹とかしてたのを誇らしげに思ってたけど、いやもう全然無理ね。いやオールでの飲みが最近きつくてオール飲みがきつい。うわオール飲みに行く。うわもう行動。いやでももうしんどいなと思いつつもね。でも今後もずっとこう長いこと活動していきたいなと思ってるからね。もうなんか自分の健康が一人だけの問題じゃなくなってしまったじゃないですか。ね、こういう活動してるとお互いにでみんなにもちょっとね休むだけでも結構心配かけちゃったりとかもするし、楽しみに思ってくれてるのもあるしで、でも今後なんか叶えたいこと活動してて、あれやりたいとかこれやりたいとか、結構いっぱいあるんですけど、どうですか今後こういうのやりたい。今後でもなんかなんだろう、こう今、そうこんなこと言うとなんかあれだな、なんかずっと夏目さんちっていう2人でずっとやってきて、何でもこう2人でこういろんなものを作ってきた中で、こうなんか2人でも引き続きなんかいろいろなんかこれからも漫画も出たりとかゲームが出たりとかもするんだけど、そうなんか1人で全部作り上げるものもやっていきたいなって、それも並行してやりたいなっていうのがずっとあって、それでいうとうちの夫はもう、なんか無限大にそれがある人間で、そうなんか最終的には映画撮りたいって言ってるし、素敵。そうだからなんかこうゆくゆくはそうなんか一人ずつなんか夏目さん家から独り立ちをそれぞれしてみたいな、なんか一人のクリエイターになりたいなっていうのを、いやなんか解散したいみたいなそういうことじゃないんだけど、そう2人でもやりつつ、ね。でもレンちゃんはなんかあるの？そうですね。なんかありがたいことにデビューしてすぐそのずっと音声ガイドをやってみたかったんですね。すぐできそう今も。なんか実は今 Now でやってましてじゃあ夢叶ってる。いやそうなんです。この前まで、箱根のガラスの森美術館さんでやってて、今ちょうど現在進行形で静岡県立美術館で音声ガイドをやってて、なんか前お会いした時に中村浩さんの絵が好きなんですみたいなお話したことあると思うんですけど、今中村浩展をやってるその音声ガイドをやってるんですよ。夢じゃん。なんてすごいタイミングと思って。おめでとうございます。なんかそういうなんだろう、音声がありがたいことにこの音声ガイドやりたいっていうのがいろんな場所でできるようになって本当に嬉しいなと思いつつ、なんか今後もいろんなところと仲良くなりたいっていうのは目標ですね。なんかこういろんな美術館さんといろんなことを
やりたい、でそれを見た人が美術館ってこんなに楽しいんだって思って足をこう運んでくれるような、なんかそういうのをやりたいですね。なんか積極的に自分からこう関係を作っていくみたいなことを今後やりたいですね。めちゃめちゃ素敵なんかイベントとかってやりたいですよね。イベントやりたい、そうやりたい。ね、なんかじゃ昔行ったなんかずっとこれ言い続けちゃうんだけど、なんか私鋼の錬金術師がすっごい大好きで、でだいぶ前に鋼の錬金術師の原画展が水道橋であって、で、普通にこう原画もこう飾ってあるんだけど、なんだっけ、私の好きなキャラクターが実はちょっと悪役なんだけど、その悪役が登場してくるシーンがちょっと怖いというか、そうちょっとなんかこう真っ暗闇の中から急に出てくるみたいなちょっと怖いシーンで描かれてて、それを体験できるブースがあって、そうもうその時普通にオタクとして大歓喜だったんだけど、なんかそういうのやりたいってこう自分の絵の中のものを体験できるそういう展示みたいなのをやりたいなっていうのはある。いいじゃないですか。やっぱイベント何本あってもいいですからね、イベントっていうのはね。あれじゃ日本のために生きてるね。すごい。でもなんか日本を救うよ。でもなんか日本なんかこういう活動する前に、東京国立博物館で能面を見たんですよ。能面を見て、小面を見て、その時に私日本で生まれて日本に育ったのに日本のこと何も知らないんだと思って、なんかそれもなんか能面の美しさもすごい素敵だったし、なんか自分が何も知らないことに対してうわっとも思ったし、楽しいとも思って、その時になんかなので同じ風に楽しいって思ってくれる人が増えたらいいなって思うので、そういうことをずっとしていきたいですね。すごいすごい。もう未来に生きているってもうおばちゃんすぎる。私なんかもうずっとすごい。いやでもなんかなんていうんですよ、その自分で何かを生み出すことはできないから、こう紹介することはもういくらでもできるんですけど、だからゼロから本当に何かを作る人、それこそクリエイターさんたちとかは本当にすっごいなって思ってますね。めちゃめちゃすごい。絵描ける人みんなすごいと思ってます。いやでもみんなすごい、でもねやっぱ今の時代発信する力が一番ね、もう同時に必要になってるから。そうですよね。大変そう。もう今を生きてる画家さんたち大変だろうな、すごい大変だろうなってすごく思う。SNS でどれだけうまくね、やってくかみたいなところちょっとありますもんね。そうね。画家さんたちも見てると、そのインスタをちゃんと定期的に更新したりとか、やっぱ当たり前にみんなこう SNS のアカウントがあって、なんか詳しくはそこで見てくださいみたいなおっしゃってて、いやなんかいろんな時代の画家さんってもうその時代特有の苦労があったと思うんですけど、今も今で大変だなと思って。確かになんとなくだけど、なんかこう画家っていうワードと SNS っていうワードがなんかすごく結ばない感じがあるから、なんだろう、ね、私はもう夫がね理解してくれてるからもうお任せきりだからなんだけど、でもなんかやっぱそういった意味ではそのずっと YouTube とかね、配信やってらっしゃるから、やっぱ最先端をずっと駆け抜けてらっしゃるんだなっていうのは思います。いやありがとうございます。なんかもうね、もう毎回これはでんちゃんと話すたびに録音して、ゲンさん乗ってればよかったのに、ね
ご自身で歩いてっつって追い出しちゃったわ。追い出してしまいましたよ。追い出してしまったわ。うん。確かにな。そう、私もなんか勝手に千葉県の観光大使を名乗ってるんだけど、本当に超勝手に勝手に我々よく旅行動画を動画で出したりとかするんだけど、ほぼ千葉県から出ないっていうので勝手に千葉観光大使を名乗ってて、でも素敵。そうだからなんかこの千葉県のために何かしたいっていうのも夢の一つなんだよね。いいじゃないですか。うわー、千葉県の関係者の方なんか聞いてないかな。ぜひね、あれですけど、何でもするんでそう何でもするんで。運転手さんが関係者だったりしないかな。しない。すいません。すいません。すいません。そうですね。安全運転でお願いします。すいません。ごめんなさいね。いやでも地域のいいな。そう、地域の美術館いろいろこう関係を持って盛り上げていきたいって、なんか本当に素敵。なんか私が結構今やりたいなって思ってることすごい直結してるから、しかもラレンちゃんその能力があるというか、いやなんかぶっちゃけ活動ね、今3年目で過大評価されすぎてるなというような正直なところあるんですけど、でもプレッシャー感じる瞬間はでも気持ちもわかるかも。荷が重いなってなってる時はこの数年ずっとあったんですけど、でもそれでもね言ってても仕方ないしっていうので、こうなんて言うんでしょう、こうもう腹をくくってこうやってたりねして、それこそ千葉にもいい美術館いっぱいありますからね。ある。いっぱいありますよ。好きな美術館あるんですけど、千葉市美、あそこの建築が大好き。あそこ一回、なんだっけ、全然関係ない話だけど、県立美術館に行こうとして千葉市美術館に行ったことがある。そう、なんかそこで待ち合わせしてお仕事の話をするっていう時に、なんか連絡してる間と全然話が通じなくて、なんか話が通じないですか、話が全然合わなくて、なんかどこどこに駐車場があるんでそこ入ってくださいって言われても全然話が合わないなと思ったら、私立と県立で間違えてたっていうなんかそれの思い出がある。私立美術館は、私立美術館、あそこ建物の中に建物があるんですよね。そこがよくって、建築、なんか街中にあるのに感じってやつ。いやそうなんですよ、めちゃめちゃ素敵。あそこはいつ行ってもね、もう美術館それ自体が作品だなって思ういいところですよね。やった、千葉県の話させてよかったぜ。なんかラレンちゃんがおすすめしてくれるから。逆に他はあんまり知らなくって、あとはもうキャンプとかによく千葉の方に行ってて、いいよ、千葉はご飯がうまいから。ご飯も美味しいし、キャンプ場が多いんですよ。そう多い。千葉本当に多い、海辺のキャンプ場、とっても多いから、よくそこに行ってなんかグランピングしたりとか、海辺でキャンプしたりとか、この間鴨川のとこの、キャンプ場に行って、そこでもうみんなで一日中グランピングのコテージみたいな、一日中こもってみんなで一日中ボードゲームをするっていう会をやったんですよ。海を見ながら眺めながらみんなで一日中ずーっと引きこもってボードゲームしてる。めっちゃ楽しい。楽しかった。時間めっちゃ、なんかその土地の雰囲気もいいですよね。なんかゆっくり時間が流れてる感じがあって、いいところだねってみんなで言いながら、うのとか言いながらいいところだね、うの。あと東京から近いしね。いやそうなんですよ、アクセスがいい。すっごいよかった、ここで千葉県の話して。なんか他におすすめの美術館あります？千葉の。でも千葉県で言うと最近でもないんだけど、保木美術館、写実の専門のところだ。あそこいいですよね。テーマが面白い。ここに白入れるとこんなにリアルになるんだっていうのすごい間近で見れて、スーパーリアリズムとかね、やっぱすごいリアルな、もうそっくりで区別つかない絵画
かね、そうそうそうありますけど、あれもすごいですよね。あと建物のデザインが結構面白くて、そうなんか周りが罠みたいになってて面白い。罠トラップの罠なんか塀にこういっぱいこうパイプみたいな刺さってるじゃない、生えてるみたいなデザインで、すごいかっこいいんだけど、なんかゲームの多すぎて罠に見える。すごいかっこいいんだよ、すごいかっこいいんだけどね。かっこいいけども、そうわあこれ見に行かないと、これは見に行かないと。よかった、Google ストリートビューとかでも見てみてほしい。確かに罠っぽい、いい時代だ。いい時代いい時代いいいい時代、こういうのがパッと見れちゃう。パッと見れちゃうっていういい時代だね。じゃあいつかラデンちゃんも千葉県の美術館の温泉案内したら私は絶対行くので。ちょっと頑張ります。頑張る。千葉に住もうかな。もういいよいっぱいおすすめあるから。千葉住んじゃおうかな。そう、みんな会う人みんなに千葉に住めばって言ってる。意味よくわかんないけど。いいところですしね。千葉、本当にいいところだ。いや、これからもね、長く活動を続けていきましょう。いや本当にお互いに。いや応援してます、本当に。私も応援してます。なんか嬉しくなっちゃった、なんか聞いて。なんかすごいと思って、すごいエネルギーをもらったわ。いや、本当に。でも私もすごく楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。もうなんか根性の別れみたいになっちゃったんで。じゃあ運転手は私ちょっともう楽しかったです。エネルギーもらったんでこっから歩いて帰ります。いやこっから歩いて帰れそう、今だったら。じゃあ私も歩いて帰ろうかな。運転手ここでいいです。もう大丈夫です。じゃあ運動不足を解消しここで降りて帰ります。そうです。私もちょっと体力作りの一環としてちょっと歩こうかな。よし。じゃあ今回は領収書はカバーさんで、こちらでカバー株式会社で、屋号様宛てでも大丈夫。屋号様。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございました。いや、またどっかじゃあどこかで美術館とかまたお誘いしてもいいですか？ぜひぜひ行きましょう。グランピングでも。いいね。やったー。その時でも千葉でお願いしますね。もちろんです。もちろんですよ。いや、また千葉で。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ万歩計つけるわ。すいません。タクシー1台お願いします。はい、もじゃもじゃ部屋でメガネかけてます。浜松町で待ってます。